はい、それでは今関西空港に来ております。今日はですね、これから関西空港発の、韓国プサン行き16時30分の、ジンエア、こちらの方で、出発したいと思います。はい、本日は平日ですが、関西空港ものすごく混んでます。はい、それでは、これからですね、出国審査も全部済みましたので一休みしたいと思います。15番ゲート付近まで、やってきました。なぜかと言いますと、アナのですねラウンジにプライオリティパスで、入ろうと思ってこっちに来ました。こちらのアナのラウンジもですねプライオリティパスが使えるのは11月30日今月いっぱいということでしたので、ちょうどラストチャンスで、こちらの方に、やってきました。入れるでしょうか。今、行ってみましたけれども時間帯が、区切られておりました。したがって今時刻がですね2時43分ですのでギリギリアウトでした。ラウンジは諦めて搭乗ゲートに向かいます。あそこに駐機している飛行機が乗っていく飛行機だと思います。はい、それではですね、プライオリティパスでアナのラウンジが入れませんでしたので、ここで、腹ごしらえをしてプサンに向かいたいと思います。はい、それでは韓国プサンの方に出発したいと思います。Fasten the seatbelt, insert the link into the main buckle, and tighten the strap across your hip securely. To releaseはい、今プサンの空港に着きました。
置き止めなので、とりあえずこれから、イミグレの方に行きたいと思います。はい、それでは入国も終わりまして、無事プサンの入国到着しました。はい、全然イミグレも混んでなかったのでスムーズに出ることができました。空港の到着ロビーに出ました。2番のバスだったかな。ヘウンデ行くのかな、あるのかな。はい、今、プサンの空港から、バスでですね、ヘウンデの方に、向かっています。多分このバスでヘウンデの方に迎えれると行くことができるかと思います。ちょっと不安ですが。はい、それでは、本日、宿泊する、フェアフィールドバイマリオットヘウンデのお部屋をご紹介したいと思います。まず、本日の部屋は2013のお部屋になります。これこちらの1階には、オーパスの機械もありますので、チャージしたりすることもできます。あとはクリスマスなのでツリーの飾り付けなどがあります。はい、ということで、早速やらかしました。延期をしてしまいました。それでは、本日宿泊するフェアフィールドバイマリオットヘウンデのお部屋を紹介したいと思います。本日は2013号室の宿泊になります。今度こそ開きました。まずお部屋入りますと、まずお部屋入りますと、お部屋はこんな感じになって、ちょっと狭い感じですけれども、扉を開けて入ると、まずですね、こちらの方に冷蔵庫がありまして、ポットですとかコーヒー類で金庫があります。あと、こちらがですね、荷物置きになっております。反対側が、洗面台になっておりまして、やはりですね、今韓国のホテルはどこも、アメニティはほとんどありません。1階の自動販売機で買うような形になっていました。でここが、エアコンとかの空調の、スイッチと、こちらがシャワールームになります。シャワーは、レインシャワーとハンドシャワーとあります。あとリン水シャンプーと、シャワーボディーソープですね、いう形になっています。で扉はですね、こうやって閉めますと、シャワーできる時にこっちを閉めますと、こちらがトイレになっております。ですので、シャワーの扉は、トイレとシャワーは1枚の扉で兼用の形になっています。あと、先ほどのこちらの荷物置き場で、こちらを開けますと全身鏡になってまして、クローゼット、アイロン台とアイロン、となっております。でこちらにはハンガーで、スリッパがですね、
ちょっと薄いペラペラしたタイプのスリッパでした。で、洗面台の方も下には、ドライヤーとタオルが置いてあります。コップと、ハンドウォッシュで、正面の鏡はこういうふうに動かすことができます。で、お部屋の方なんですけれども、本日は、シングルのベッド2つというふうな形のツインのお部屋になります。お部屋の形としてはこういうふうな形になっておりまして、そんなに広くはないんですけれども、壁には大きめのテレビも、セットされております。あと小さなソファーですね、こちらの方も、あります。はい、あとベッドサイド周りですけれども、コンセントは USB のタイプが1つと、コンセント1つというふうな形になっております。あとの他のコンセントなんですけども、こちらですね、ちょっと分かりづらいところにありました。こちらの方に USB が2口と、コンセント2口というふうな形になっております。全体的には、コンセントは、この2箇所のみみたいですね。はい。あと、本日、20階のお部屋ということで、部屋からの眺めはこういうふうな形になっております。ヘウンデのビーチからも比較的近い、ホテルになりますので、便利の方は、かなりいいのかなというふうに、思います。お部屋の方の紹介は以上となります。ヘウンデの市場にやってきました。わあ、結構焼いてる。おでんもトッポギもあって。何時までかな。もう終わってそうだな。グリルキンチ。それよりね。下手したら今日も唐揚げとビールになってしまう。唐揚げとビールになってしまう。イカもあるよね。後ろ危ない。豚うなぎ。テイクオフばっかり。
まあとりあえずそれは誰もまずい言って言わんだろう。オイスターバーみたいな。何？ちょっともうちょっとで終わるよここ。ジャッキアワー。子供入ってる？24時間やってるの？違うかな。24時までやってるのかな。ここがね、ヘルンデのなんていうの、メイン通りで、そこまっすぐ行った突き当たりがヘルンデビーチで、何？違うで、こっちがヘルンデの駅、地下鉄の駅。あ、後ろ車来てる。寿司屋、回転寿司屋。僕もなんかすごい混んでる。でも時間も時間だから焼肉よりもあれか、手地クッパみたいな方がいいか。ちょっとそここれかな。焼いて差し上げます。違う、俺行こうと思ったらそこだじゃなかったかな。だからなんかさ、手地クッパみたいなの食べて、つまみになるもの買ってホテル帰ってからいいよ。ここだったの。あとここも候補だ。
とりあえず今夜の晩ご飯はここで食べてみたいと思います。はい、じゃあ、とりあえずプサンに着きました。サンドより乾杯1日目。何か飲んでる水かな。知らん。水でした。水でした。水いる？いや、今はとりあえずクッパ来ました。こっちで、あと定食をゆでの豚の定食にしました。とりあえず揃ってご飯を入れたりして食べます。ライフサロン味わってないから。とりあえず手地クッパ、味は薄めなので塩とか入れるんですけど、自分で味付けするんですけど、このおきやみを入れると味が深まっていい感じです。あとこっちのニラみたいのこういうのを入れて、生だとちょっと。あったかいうちにそうめんも入れたりできます。あとこのゆで豚ですよ。あれがここで手地クッパといただきました。美味しかったです。3000 34,500円。約3500円ぐらいでした。どれ意外と大きいんだけど、だから2人で1つでちょうどいい。シールのホットクです。
今回宿泊しているホテルです。フェアフィールドバイマリオットプサン。フェアフィールドはこっちのヘウンデの方と、あと松島の方に両方2軒あります。これはフェアフィールドのクマちゃんだったね。そうなの？だってモクシーにもいたけどさ、たよ。モクシーにもいたけど、これフェアフィールドって書いてある。これでプサン1日目終了。本日の動画はここまでです。おやすみなさい。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、励みになりますのでよろしくお願いいたします。